俺の名前は宮本小次郎。某旧帝大の工学部を卒業して日本が誇る大企業侍電機に就職した。周りにチヤホヤされたが入社して終わりじゃない。俺は開発部門に配属か。絶対トップまで這い上がってやる。宮本小次郎です。よろしくお願いします。宮本君の教育係になった佐々木です。よろしくね。尊敬する豊臣秀吉に習い人付き合いの上手さでトップを目指そうと決めた。ちなみに最も嫌いな人物は徳川家康だ。司馬遼太郎先生の関ヶ原や城塞を読んだ人なら気持ちを分かってくれると思う。日々活力を与えてくれる先輩の中に一人だけ例外がいた。千葉という先輩だ。宮本君、肩に力が入りすぎないよ。もっと適当でいいんだよ。適当で。気を使ってくださりありがとうございます。千葉先輩は見るからに仕事ができそうにないし、後輩を堕落させて自分の仲間を増やそうって魂胆か。一方教育係の佐々木先輩は論理的で親切丁寧、仕事もできて上司の信頼も厚く、俺の思い描く理想そのものだった。ここは断面二次モーメント計算して厚みを設定してね。はい。たまに口が悪いけど。まだ計算終わってないの？それで本当に旧帝大卒なの？すいません。言われてしまうのは俺の仕事が遅いからだ。早く成長しなきゃ。小次郎くん、佐々木さんは10年選手だから早くて当然さ。今のペースで十分だよ。君が思ってる以上に周りは君の成長を長い目で見てるんだから、焦らなくていいからね。ありがとうございます。何が今のペースで十分だ。佐々木先輩は俺の指導に時間を使うせいで誰よりも遅くまで残業してるような状況なんだぞ。甘い言葉なんて俺には必要ない。もっとマシになりたい。もっと仕事ができるようになりたい。力が欲しい。佐々木先輩の期待に応えられるくらいの力が。ある時俺を認めてくれたのか、佐々木先輩は一つの部品を俺に任せてくれた。わからないことはもちろん教えるしサポートもするけど、いい経験になるから自分の力でなるべく頑張ってみて。はい、ありがとうございます。設計といっても一人で全てをやるわけではなく、パーツごとに役割分担をする。自分のパーツと関係のある部署と調整が必要だし、その分野の知識を身につけることも大切だ。サプライや俗に言う下請けとの調整も必要だ。コストが見合わないとなれば長い付き合いがあっても切る選択をしなければならない。宮本さんお願いします。親父と同じくらいの年齢の人が新卒1年目に頭を下げる。俺の判断がこの人たちの人生を左右する。これが侍電機の看板を背負うということなんだ。サプライヤーとの交渉はまだ楽な方だ。問題は社内の調整。あんたうちに要求する前にちゃんとレイアウト検討したのかよ。私のデザインだと放棄に引っかかる。それをなんとかすんのが設計屋の仕事でしょうが。この図面じゃ組み立てに時間がかかるよ。もっと現場のこと考えろよな。仕事が終わらずむしろ増えていくばかり。一つの仕事を終わらせる間に3つの仕事が増えるような状況になった。また計算式間違えてる。何度も同じ注意してるぞ。しっかりしろよ。すみません。仕事がたまる。納期に追われる焦りがミスを呼び、ミスが不安と緊張を生み、さらなるミスを招く。ボンミスの連発が周囲の怒りを買い、俺は萎縮してどんどん消極的になっていった。悪いのは他の誰でもなく、俺が仕事ができないからだ。俺が何とかしないと。38度の熱がもう3ヶ月以上も続いている。しかし俺は一切仕事を休まなかった。体の辛さより休んだ後のリカバリーの大変さが怖い。ある時パソコンの画面を見ているだけで急に右目から涙が出てきた。なんでだよ。ちっとも悲しくなんてないのに、しかも右目だけ。宮本くんどうしたの？なんでもありません。もうずっと22時帰りだろ。今日は18時で切り上げないよ。課長や佐々木さんには僕から言っておくからさ。本当に大丈夫です。ありがとうございます。侍電機は大企業ということで労基はしっかりしている方だった。22時には全員が強制退社でサービス残業もできる環境じゃない。だけど苦しいのは労働時間じゃないんだよ。ただ残業が多いだけならマシだった。仕事が回せず迷惑をかけている自覚、周囲の期待に応えられない自分への苛立ち、サプライヤーの人生を背負っているという責任、わからないことだらけの不安と緊張。必死に頑張っているけど俺の提案は否定されてやり直しになることばかりだ。しかも理不尽な内容じゃなくて理論的な根拠を持って言われるから反応もできない。だけど会社を辞めるなんて選択肢は俺にはない。学費を出してくれた親のため、育ててくれる佐々木先輩のためにも。それにここで逃げたらどこへ行っても通用しない。これまで積み上げてきたものも全て失う、そんな気がする。この苦しみから逃れるには自分が成長する以外に道はないんだ。ある日電車に乗ろうとした瞬間、俺の体は異変を起こした。あれ、足が震える。動けない。足がすくみ吐き気に襲われた。おはようございます。いつも早めに出社しているおかげで少し休んで落ち着いてから行っても遅刻しないで済んだ。
土日は全く外出しなくなった。少しでも体を休めたいというのもあったが、外に出る気力がすっかりなくなっていたからだ。友達とも疎遠になった。土曜の昼頃になると、月曜から始まる仕事への不安に襲われ、ずっと震えていた。もう嫌だ。死んだら楽になれるのかな。特に見るというわけでもなく、何の気なしにテレビをつけたら戦国武将の特集をしていた。徳川家康の何がすごいって、どんな大変な目にあっても耐え忍び生き抜いたことですよ。家康、劉邦。中国の劉邦もですが、どんなに負け続けても生き延びることが大切なんだって思わされますね。生き延びることが大切。そういえば家康も劉邦も最後の勝ちを手に入れるまでは悲惨な目にばかりあっていたな。たとえ無様な生き恥を晒してでも、彼らは生き延びることを優先し続けた。もしかしたら逃げることは負けじゃないのかもしれない。最後に勝てば逃げても戦略的撤退になる。たとえ周りの人に軽蔑されてでも生き延びることが大切なんじゃないのか。そう思うようになった瞬間、俺は嘘のように気持ちが軽くなり、そして会社を辞めた。今は小次郎塾という名前の塾を経営している。心が壊れやすい人はいわゆる真面目ないい子として育ってきた人が多いように思えた。そういう子は塾に通い、何の疑問も持たず一生懸命勉強する。だからこそ俺は勉強だけを教えるのではなく、生き延びるために大切な心の在り方や自分自身で考えて判断できる力を持つことの大切さも伝える取り組みをした。俺と同じ思いをさせないために。これが好評を得て、今では全国チェーン展開をしている。もう上場も目前だ。先生、織田信長と明智光秀ってかっこいいよね。それに比べて徳川家康はなんか陰湿っぽくて嫌な感じ。先生は好きな武将とかいるの？先生はね、徳川家康が大好きだよ。苦しい環境から逃げたら自分に何も残らないと思うかもしれない。だけど案外そんなことはなくて、世界には自分が思っている以上に活躍の場がある。会社を辞めることで軽蔑してくる人がいたなら、ゆっくり休んだ後に頑張って見返してやればいいんだ。それでももしも君が最悪の選択肢を選ぼうとする時が来たら、その時はこの言葉を思い出してほしい。 OK、 逃げてもいいんだよ。いつか笑える環境に必ず出会える。